皆さんこんにちは。ラーユ古生物チャンネルです。皆さんは昨日投稿したアマルガサウルスの解説動画は見ていただけましたでしょうか。見てない方はぜひそちらも見てほしいのですが、今日はそんな奇抜なアマルガサウルスの動画で触れさせてもらったより奇抜な見た目をしている竜脚類バジャダサウルスについて解説していくよ。この動画ではバジャダサウルスのこの奇妙なトゲの使い道や気になる生態について詳しく解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速解説していくのだ。バジャダサウルスは約1億4500万年前から1億3290万年前の白亜紀前期に現在のアルゼンチン北部パタゴニアに生息していた竜脚類だよ。2010年に発見された頭骨と首の一部の標本に基づき2019年に記載され、唯一の種であるバジャダサウルスプロヌスピナクスは比較的小型で首が短いディクライオサウルス科に属すのだ。前回解説してくれたアマルガサウルスと同じグループだったんだね。実は生息地とか生息年代とかでもアマルガサウルスと共通点があるよ。話を戻して、バジャダサウルスにはアマルガサウルスにも見られるような二股に分かれた極端に長い神経極があるよ。その神経極の使い道は動画の中盤ラインで解説するので待っていてね。まずは発掘された歴史やバジャダサウルスの基本的なことについて紹介していくよ。お願いします。バジャダサウルスと断定されている最初の標本は2010年にアルゼンチンの国立科学技術研究会議の古生物学者がパタゴニアのリマイ川西岸近くリクンレウフの町から南に約40キロのバハダ・コロラダ地域の化石なのだ。バジャダサウルスとワズダが化石が脆かったため、その化石を保護するため標本は骨と岩の塊ごと石膏で包まれ採取され、実験室まで運ばれていったのだ。そして研究により頭蓋骨の大部分と最初の2つの頸椎、おそらく5番目の頸椎を発掘したことが明らかになったのだ。2019年、それらをもとにガリーナラによってこの標本は新属新種バジャダサウルスプロヌスピナクスとして記載されたのだ。バジャダサウルスプロヌスピナクスの属名は発見地にちなみ、証明は前方に湾曲した神経極に由来しているよ。その独特な外見から発見は国際的に注目され、2023年には CT スキャンによる 3D 再構築に基づいた頭蓋骨の詳細な記述がガルデレスらによって発表されるほどだったのだ。この標本は現在ネウ研修ビジャ L チョコンのエルネスト・バッハマン市立博物館に保管されているよ。確かに神経極がこんなにも特徴的なら国際的に注目されるのも全然納得だわ。そんなバジャダサウルスは先ほど言った通り竜脚類の中でもディクラエオサウルス科に属する比較的小型の草食恐竜で、現代のアジアゾウと同程度の体格を持ち四足歩行で移動していたのだ。ディクラエオサウルス科の特徴である長い尾と首、そして小さな頭部をしていて、首は他の竜脚類に比べて短く、背骨の突起の神経極が特に発達しており、二股に分かれて極端に長く伸びている点が最大の特徴だよ。このような極端な神経極は近縁のアマルガサウルスにも見られるが、トゲの向きは真逆だよ。ちなみにバジャダサウルスの骨の融合状態から発見されたホロタイプは生体だったと考えられているのだ。アマルガサウルスとバジャダサウルスは発達した部位が同じだけど向きが違うから使い道が違うのかが気になるところだよ。っていうか、アマルガサウルスの神経極の使い道はどんな感じなんだっけ？アマルガサウルスはまだ曖昧だが、神経極が皮膚で覆われ、多くの血管が張り巡らされていたことから、ステゴサウルスのように体温調節を言っていたか、性的ディスプレイ、要するにメスを引きつけるためのものだったかもしれないと言われているよ。確かにそんなことを言っていたような気がするわ。そんなことはさておき、バジャダサウルスの頭骨も見つかっているのだがかなり保存状態が良く、ディクラエオサウルス科では最も完全なものとされていて、よく上骨やのうがい、上下の顎の一部が保存されているのだ。中央部は失われているものの、多くの骨格情報が得られるよ。目のくぼみの眼下の周辺の構造も詳細に観察でき、特に類骨には直線的な隆起や小さな穴があり、ディクラエオサウルスとの類似性が認められた証拠でもあるんだ。前頭骨は眼下の上縁を形成し、頭頂骨と融合して頭蓋天井の後部を構成していて、バジャダサウルスはディクラエオサウルスやアマルガサウルスより小さく、より華奢で
上から見た時に眼下の開口部が視認できる構造を持つ点が得意であるよ。これは近縁の属であるリンウーロンを除けば見られないかまりまれな特徴なんだ。何そのウーロン茶みたいな恐竜は。動画の時間の都合上後日解説させていただくが、こいつもディクラエオサウルス科でかなりこのグループの特徴を持つ恐竜だよ。まあそれは良いとして、バジャダサウルスの下顎の長さはディプロドクス科と似た比率をしていているよ。これはディクラエオサウルス科とディプロドクス科が姉妹群である証拠にもなるね。そして歯は顎の前方部分に集中しており、ディプロドクス科と同じで鉛筆状で前方に傾き、歯間はほぼ直線的かわずかに内側へ湾曲していたのだ。顎では左側全部が保存されており、そこには8つの歯槽が確認され、上下合わせて歯は合計48本だったと推定されているよ。歯はスーワセアに似て細長く、ディクラエオサウルスのように深くはなく、上から見るとディプロドクス科に見られる角張った吻部とは異なり、J 字型の湾曲を持つ丸い形状で、ディクラエオサウルス科の特徴を備えているよ。歯の先端には他のフラジェリカウダタン類と同様に下側へ突き出す針状の突起があったが、下顎の後部では角骨が非常に長く、上角骨よりも長い点がディプロドクス科と異なるんだ。ちなみにバジャダサウルスの歯の交換周期は平均で約 40.7 日と推定されているよ。大量の餌を食べるとそれだけでも多くすり減ってこんなに交換しなきゃダメになるんだね。ここからようやくバジャダサウルスの神経極について語っていくよ。バジャダサウルスは極端に長く左右に深く二股に分かれた神経極を持っていて、このトゲのサイズは約58センチメートルで、椎骨全体の高さは長さの4倍に達し、アマルガサウルスの類似構造に匹敵するのだ。ただしアマルガサウルスが後方に湾曲するのに対し、バジャダサウルスのトゲは前方に湾曲していたんだ。アマルガサウルスの神経極には角質の鞘が存在していた可能性を示す上線が見られるが、バジャダサウルスでは保存状態が悪く、そうした痕跡は確認されていないものの、同様の角質の鞘があった可能性は高いとされているよ。そんなバジャダサウルスの神経極は複数の使い道があったとされているよ。まず前方に湾曲し、頭部を越えて突き出すような神経極の配置は捕食者に対する防御手段として機能していた可能性が高いと考えている学者もいるのだ。特に前傾姿勢をとっていた場合、これらのトゲが頭部の前面に物理的な障壁を形成し、攻撃から重要な器官を守っていたと推測されるからで、先ほど角質の鞘があったかもしれないと話したが、これがあれば骨よりも衝撃に強く、トゲそのものの破損を防ぐ役割を果たしていた可能性もあり、角質の鞘の必要性を示す証拠にもなるんだ。また他のディクラエオサウルス科恐竜と同様に、これらの神経極は種内コミュニケーションや性的孤児など視覚的ディスプレイの役割を果たしていたとも考えられているよ。さらにトゲの内部には血管が豊富に存在し、周期的な成長痕跡が確認されていることから、トゲが皮膚でできた穂を支えており、その穂が体温調節や視覚信号の発信に使われていた可能性も示唆されているんだ。一方2022年のセルダラによる組織学的研究では、神経極の上部には角質の鞘が存在した証拠は乏しく、むしろ皮膜状の穂に覆われていたとする説が有力視されているのだ。使い道などは防御とか性的ディスプレイだったり、体温調節のためだったり、アマルガサウルスとほぼ同じなんだね。実際そんな感じだね。バジャダサウルスの研究はアマルガサウルスの研究をよく参考にもしてるところもあるし、ちなみにこの神経極の使い方も興味深く面白いが、こちらの説も面白くて、2015年にアマルガサウルスが鼻先を下に向けた姿勢をとっていたと推測し、これに基づいてガリーナラはバジャダサウルスも同様の頭部姿勢を持ち、他の竜脚類とは異なり前方を見渡すことができた可能性を見出し、立体視が可能であったという仮説が立てられたんだ。一般的に言えば草食性の生き物は肉食獣がどこか近くにいるかをいち早く知るために横の目がついてることが一般的だから驚いたよ。まあ最後のやつはあくまでも仮説なのだ。今日のバジャダサウルスの解説いかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただけたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。